織田和佐助信長だ。今日は熊問題だと。よかろう人も熊もバッサリ行くぞ。まず前提を言う。山は本来人の領土じゃない。熊の領土でもない。弱い方が食われる戦場だ。ここを勘違いしてかわいそう。とか、自然と共生とかふわふわ言ってるから、人間がバリバリ食われてる。近年の被害、統計を見れば一目瞭然だ。2023年は、人身被害も死亡も過去最多。戦国の合戦並みに毎年巻き相撲と死人が出ているのに、お主らの反応はどうだ？熊かわいそうだから駆除反対。山にいる人が悪いと、責任を空に投げて終わり。わしの時代にそんな腰抜けがいたら、即刻追放だ。まず敵を履き違えるな。誠の敵は、感情論で対策をやめる連中と、何もしないで会議だけ増やすお役所仕事だ。熊そのものは、ただ本能で動くだけ。腹が減ったら里に降りてくる。ブナが不作なら、人里の柿やゴミや田んぼに来る。熊は戦国武将より、よほど合理的だ。環境省はゾーニングだの、草刈りだの、重量要員の拡大だのと言っておる。悪くはない。だがな。わしから見れば、合戦図は引いたが、本陣も兵糧も出しておりませんという半端な構えだ。予算も人もつけずに、強制など、ただのスローガンだ。AI で熊遭遇リスクマップ？面白い。わしなら即座に使う。どの谷筋に熊が出るか、どの里山が危ないか、250メートル単位で読める。桶狭間の合戦で、今川義元の進軍ルートが地図で丸見えみたいなものだ。だが、地図を作って満足しているだけなら、それはただの、綺麗な戦死者名簿だ。そこから狩猟計画や集落の防御線に落とし込まねば、意味がない。視聴者よ、覚えておけ。熊に会うかどうかで、まず守るべきは3つだ。1つ、情報。自治体が出してる出没情報とリスクマップは、毎週必ず見る。戦場に行く前に敵情偵察をしない兵は、ただの敵だ。2つ装備。熊鈴だけで山にいるのは、陣笠だけ被って、鉄砲の前に立つようなものだ。熊よけスプレー。音の出るもの。複数人での行動。早朝と夕方を避ける。最低限これくらいはやれ。3つ、引き際。山菜やキノコごときで命をかけるな。糞が新しい。足跡がでかい。ガサガサ音がする。そう感じたら、さっと退く。わしだって味方の士気が崩れた戦場は見切って撤退した。引く決断のできぬ者から死ぬ。そして行政。わしから言わせれば、生ぬるい。熊が出て人が死ぬ地域で、住民の理解が、慎重な議論がなどと言っている暇はない。兵を集め、鉄砲を増やし、防柵と電気柵を整備し、里山管理に金を突っ込む。やるべきことは、明快だ。楽一楽座で関所をぶっ壊したわしが言う。中途半端な規制と中途半端な保護は、誰も救わぬ。勘違いするなよ。わしは熊を皆殺しにしろと言っているのではない。人里に降りて人を襲う、問題熊を、ためらわず始末しろと言っている。戦国でも、無差別に農民を切ったりはせぬ。だが、謀反人や賊軍は徹底的に撃った。線引きが大事なのだ。それと、人間側の甘さも叩いておく。生ゴミを出しっぱなし、柿や果樹を放置、耕作放棄地だらけ。こんなおもてなしをしておいて、熊が来たら怖い怖い。駆除はかわいそう。笑わせるな。敵陣の前に兵糧を山積みしておいて、攻めてくるとは思わなかったというようなものだ。わしなら、そんな上司は即刻改易だ。結局のところ、熊問題は、人間がどこまで本気で、自分の領土と命を守る気があるかの話だ。感情だけで決めているうちは、毎年同じニュースが流れる。わしは、仏教勢力とも、旧来の権威とも、必要ならぶつかって道を開いた。熊対策も同じだ。保護はとも、開発はとも、必要なところで血みどろに議論して、現実的な線を引け。最後に一言、山へ行くお主らに、わしからの命令だ。情報を見ろ。装備を持て。引き際を決めろ。それができぬなら、家で動画でも見ておれ。命を落とすには、戦場もない山道は、あまりにもつまらん場所だ。以上、熊問題をぶった切った。次は、どの愚かな現代の習わしを焼き払ってくれようか。